おばさんこんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんですか。はい、今日はですね、鉢好評につき、植え替えシーズンが近いということで、ですよね、この時期ですよね。そうです、はい、もうこれからなのでですね、で、今なかなかその上鉢を探すのもちょっと大変なんですけど、今日はここに置いてあるのが県外鉢ですね。で県外鉢言っても県外だけじゃないですけどね、その方によっていろいろ使い方はあるでしょうけど、県外鉢をちょっと、特に焼き締めだけをちょっと今日は集めてご紹介したいなと思っております。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。第3弾ですね。第3弾になるんですかね。じゃあまず最初に1番目ですね。こういった鉢ですね、焼き締めになりますから、もちろん全部中古は中古ですけど、穴はこういうふうに1個しかないですけど、で、これが深さ、中の深さですね。中の深さが 18.5センチですね。で内径、これ正方になるので内径が 8.5 センチっていう形ですね。中の深さが 18.5 センチで内径ここが 8.5 センチという形になります。県外鉢の1番目ですね。おばさん、その鉢のタイプは何を植えるのがおすすめ？何でもいいんですけど、基本的にはこういう焼き締めでこういうタイプの色中華ですねの鉢は小白類、松だとか真白だとか、こういったものが一番合うとされてますね。これも好みですから、いや俺はこれがいいんだっていう方はもちろん何を植えられてもいいんですけど、で要は県外鉢ですから、要はここからこう外にこう出る、県外にこう出てるというそういう木を植えたりするのに使えたりしますね。で例えばこういうのじゃなくて色鉢なんかだと雑木雑木ものが多いんですけど、こういうのでも花の咲くものとか、こういったものには花の色によっては色がこの色がいいとかいうのもありますので、またそれは次回ちょっと今度は色鉢ばっかりを集めて、そうですね、今回はちょっとこういう焼き締めだけ小白に一番合うというかですね、とされてる鉢のご紹介という形になりますね。じゃあ続いてナンバー2ですね。ちょっと少し大きくなってきますね。でこれは中の深さが 17.5 ですね。中の深さが 17.5 で内径が 18.5。ちょっとずんぐりっとした鉢です。穴が2個ですね、これの場合はですね。針金なんかここで通してちょっと木を縛るのにはやりやすいかなとは思いますね。先ほどの1個よりはですね。ちょっと厚めの鉢なので、重さもあります。だからちょっと、外にバーッと出てる木でも安定はするかなとは思います。先ほどの1番目のこの鉢よりはですね、これはちょっとあんまり外に力が加わると転がるかもしれないですけど、これだと結構ずっしりしてますので、ちょっと、頑丈な木でも対応できるかなというようなやつですね。続いて3番目ですね。最初の1番目と一緒でちょっとかなりまた中が深いやつですけど、これは中の深さが29ですね。29センチで内径ここの幅が、13センチですね。これは穴1個です。でこれもちょっと厚めなのでちょっと重さがありますけどね、ちょっとずしっとした鉢にはなります。これがナンバー3ですね。3番目ですね。で続いて4番目ですね。4番目またちょっとさらに大きくなりましたですけど、これは深さが25センチあります。で内径が 23.5 です。ちょっと持つのにも重いですけどね。でこれが穴が
5つあります。真ん中に大きいのがポコッとあって、で四隅に、またあると。まあ水はけはだいぶいい鉢になりますね。5番目ですね。5番目はちょっとまあだいぶ鉢自体もちょっと古いんですけど、これは商船焼きです。商船山焼きですね。ただしこれほつれがあります。ここですね。こことこの中の大きい穴のところにちょっとほつれがあります。まあでも隠せない場所ではないのでですね。はい。で、これは穴はやっぱり5つなんですけど、釘彫りですね。落管が入っているのが釘彫りですね。商船山焼きですね。この商船山焼きっていうのは、もう今窯がないんですけど、結構人気の高い鉢ですね。で次は6番目ですね。これも同じく商船山焼きですね。ちょっとさっきのよりはサイズアップします。でこれが、中の深さが19センチですね。中の深さが19センチで、この幅が、内径が 24.5 です。これも穴は5つです。で、これも釘彫りで商船山焼きですね。これはまあ目立った、ほつれとかそういうのはないですけどね。はい。で7番目、今回最後の一鉢ですね。これはやっぱり商船なんですけど、商船焼き古商船ですね。古いやつです。で、こういう、銭形さんの、模様が入ったやつですね。でちょっと見づらいんですが、裏に釘彫りの落管もあるんですけどね。古商船ですね。これのちょっと小さいやつがどっか倉庫にあると思うんだけど、これが、深さ、中の深さが15センチです。で、内径が23センチあります。でこれだけは丸ですね。丸型になります。古商船ですね。銭形さんのマークが模様が周りにずっとありますけど、なかなか最近はこういうのは手に入らないかなとは思いますけどね。今回は7点ですねのご紹介です。クルカラ村の販売所の方ですね。興味のある方は見ていただいたら、そこにまたサイズとか、お値段とか書いてありますので、見てみてください。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ大場さんコメント読みます。大内さんって方ですね。はい。石灰用護材の出演された方です。あの方からのコメントが来ました。はい。危ない危ない。もう少しでマシン油を使うとこでした。他の動画で石灰用護材とマシン油を使っていたので質問してよかったです。これからもよろしくお願いします。いつも分かりやすく楽しみにしてます。ありがとうございます。これはマシンが、うちではそうだったというだけなのかもしれないですけどね。でもそれで、非常に大損したということがあるので、絶対 100% じゃないかもしれないけど、見事に五葉松だけ全て枯れたので、あの時かけた五葉松はもう全て枯れてしまいましたからね。だからやっぱ良くないんだと思いますよ。気温が関係してるとかそういうんじゃなくて、いやじゃないと思いますね。五葉松はちょっとマシン油かけた時に黒松は平気だったけど、五葉松だけ見事に枯れましたからね。であの頃は今みたいにミニ盆栽じゃない大きいのが主流だったので、でかい盆栽の五葉松がみんな枯れたと。もうえらいな被害だったんですけどね。知らないというのは怖いことでですね。気をつけましょう。はい。次です。これ多分スペインの方だと思うんですけど、はい、大概いつもコメントくれてるんですけど、この方もやっぱり松の盆栽持ってらっしゃるみたいです。だから興味津々に見られていますので、
お願いしますね。はいで前回の巨大化計画はいはいのコメントです。この方は幹模様がいいですね。この植え込みは何月ですかっていう。木市が終わってからだから3月末ぐらいですね。ですよね。3月でしたよね。はい、やっぱり見る人が見たらびっくりする感じです。そうですね。まあ明らかにサイズが違いますからね。やっぱり皆さんああいうのを求めてるかもしれないですね。まあしかもわずか1年ですからね。なるほど。でその動画についたもう一つのコメントですけど、水やり施肥などしっかりと管理するのが最低条件ですが、地に植えて根を走らせた方が鉢で管理するより早く太ります。実験済みですっていう。そりゃそうやろそりゃそうやろっていう話ですけどね。地植えというか畑というかですね、ただそれはですね、うちみたいなこういう田舎の方だったら可能かもしれないですけど、でも、例えば街中に住んでらっしゃる方、アパートマンションに住んでらっしゃる方、とてもそういう場所のない方たちは難しいですよね。で、一軒家に住んでらしててもお庭がそんなないと、都会にはよくあると聞きますが、で地に植える場所がそんなないという方の場合はやはり鉢で管理した方が、水やりは大変になってきますけど、少ないスペースでできますからね。でもう一つ畑なんかでやる場合に一つ問題はですね、勢いがもちろん良くなるのはこれはもう当たり前です。だけど逆を言えばですね、太りすぎるっていうのもあるんですね。で横にガンガン太ってくれるだけならいいですけど、上にもどんどんいくんですね。とせっかくミニ盆栽で作ろうとしてるのに上にどんどん大きくなってしまうとですね、あまり具合が良くないですね。だからそういった意味でももちろん畑で生産者の方なんかは畑でされるわけですからね、だけどそういう場合にはきちっと管理されてて、で畑に植えてても何年かに1回は植え替えもされるというふうに生産者の方から聞きます。だからなかなかそれに合った条件の方はいいですけどね、そうじゃない方もたくさんいらっしゃるわけですから、でアパートマンションでも可能な巨大化計画ですので、興味のある方はぜひ、やってみてください。うちも手探り状態です。まだ、これから、今年も1年間またちょこちょこ途中経過もですね見ながらやっていけたらなというふうには思ってますので。なんで今ミニ盆栽の方にどんどん移行していったかって、やっぱその置き場所がないっていう方が一つ生活の環境が違う、住宅事情が違いますからね、そういった意味では畑なんかでっていうのは無理っていう方が多いわけですから、だから少ないスペースでっていう形になりますからね。そうするとどうしてもああいう鉢でっていう形になりますからね。で鉢でも1年であれだけ成果が出てるわけですからね。もちろん地植えにすりゃでかくなるでしょうけど。大さん、明日から2月ですけど。ですね。もう植え替えちょっとあれじゃないですか。そうなんですよ。なかなか進まず。もうそれこそ今日もお客さんから電話があってですね、お客さんはでかいやつをしてらっしゃる方ですけど、2鉢ちょっと早急にやってくれっていうか、早急にってなんでって言ったら、ちょっと今年の夏に水かけが足らんかったかなっつって、枝枯れがちらほら出始めて、もう水が全然通らんのよなっつって言って、もう水かけても一切染み込んでる風がないと、どうしてるんですかって言うから、時間かけてかけちゃおるつもりやけどっつって、だからちょっと植え替えをって言うから、ちょっと連絡してまた伺います、取り行かないかんのですけど、その今言われた水が通らなくなってきたと感じたら、もうほぼ植え替えのある程度の目安というのはありますけど、やっぱり水が通らなくなるということは中に染み込んでないわけですからね。だからかけた時に土の表面で水が溜まるような状態だったらもう水通ってないですからね。結構乱暴な方はガツンガツン穴開けて無理やり水を通すっていう方もいらっしゃるけど、でも穴開けたとこだけですからね、水通るのね。で完全に芯の方まで水がいかなければ意味がないので、やっぱり水をかけた時さーっと抜けるっていうのが一番いい状態ですからね。でだからといってそういうことなんかの動画で出てましたね。毎年のようにこう植え替えすりゃいいんじゃねえかみたいなのあるみたいですけど、植え替えっていうのはですね、植え替え後にまた根が出て
と勢いがまた良くなってというのをしますけど、植え替えをするということは根を切りますからね、必ずそこでダメージを受けてるわけですから、一旦樹勢が弱まるわけですからね。だからまあ毎年植え替えをするっていうのは NG ですよね。だからまあある程度根がこう張り切るまで、だからまあ松とかだとまあ 4,5 年とかですね、3,4年とか 4,5 年に1回という形になるわけですから、でそのためにまあ土選びというのもあるわけですよね。何でもいいっていうわけじゃないですね。それから水はけが良くなる土で、それでいて保水性のあるものっていう形で考えられるといいとは思うんですけどね。その水が通らない状況っていうのは、もう鉢の中の赤玉がもう潰れてしまって、まあだから安いの使ってらっしゃるとそうかもしれないです。水をかけただけで泥に変わるという、いうのはありますからね。量販店なんかであれはやっぱちょっとあんまりいただけない。かといって硬質、うちなんかで使ってるのも硬質ですけど、硬質だけっていうのもですね、本来はあれなんですね。よく実際は違うけど根が土を食うと、根がこう、まあ、例えばこの鉢の中でどんどん根が回っていくわけですね。でパンパンに根が張っていって、根が増えてるけど鉢が広がるわけじゃないので、そうですよね、鉢のサイズは変わらないわけですから、土はどこに行ったのよと。だから根が土を食うという表現をされる方もいらっしゃるんですけど、実際違うんですよ。中にちゃんとこうほどきゃ土は出てくるんですけど、これが4,5 年経っても表面はあれですけど、中の方の土、赤玉が一切潰れずにカチカチのまま、その粒が一個一個ちゃんとあるという状態もあるんですね。でそれはそれで悪くはないんですけど、全てがそればっかりだとやっぱ根の成長、まあどうなんでしょうね。これ人によります。やっぱ若干多少は潰れてくれた方がというので、あえてその潰れる赤玉を 1,2 割混ぜられる方もいらっしゃるというふうには聞きますね。ただうちはその土も販売してますから、わざわざそういう安いのを紹介するわけにもいかないので、ただまあそういうふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。もう何十年も盆栽やってらっしゃる方ですけどね、ちょっと 1,2 割という潰れる赤玉も混ぜるんだと、まあ、もちろん同じサイズの粒ですけどね、混ぜるんだというふうにその方が成績がいいよというふうにおっしゃる方もいらっしゃいます。どうなんでしょうね。まだでもその安い潰れるやつばっかりだともう必ず根詰まりしてきますからね、当然水は通らなくなりますから、水が染み込まなくなってくるっていうふうになるのはもう当たり前のことでですね、あとその根がもうパンパンになってくると、根がもうびっしり入り込むともう水がやっぱ通らなくなりますからね。だからそういった意味ではそうなる前には植え替えないといけないですね。そろそろその時期ですね。ちょっと2月の計画をちらっと皆さんに。まあ、これからはですね、先ほども言ったこの焼き締めだけじゃなくて色鉢の県外鉢の紹介もしていこうとは思いますけど、あと口なしの挿し木した分の、まあ、去年した分ももちろんありますけど、3年経つやつがあるので、あれでちょっとちっちゃいミニ盆栽を、はい、作ろうかなと、はい、思ってますので、楽しみですね。はい、その辺もちょっとまたご紹介できればいいかなと。でこの口なしは以前動画で出しましたかね、花がバラの花みたいな、ああいう花の咲くやつですね。でそれの、口なし挿し木にしても3年になるのがあるので、まあ、辺をちょっと盆栽らしく形をこうちょっとしたやつで小さい鉢に植え込んであげて、で、まあ、そういうのもご紹介できればなとは思いますけどね。楽しみにしておきます。はい、一見コメント読むの忘れてました。長寿梅の紅白を枝を絡めて作ってみようかなって言ったじゃないはいですね。欲しいですっていう方がいらっしゃったんです。おーですね。ただ今あんまりこうくねくねしたやつが今ちょっと手元にないんですね。で割合こうもうちょっと大きくなってるやつなので、まあそんなんでよければすぐにでも作れるんですけど、またちょっとその辺のちょっとくねくねしたやつをちょっと探してみます。でそんなんでこうやるとですね、ただ赤は比較的簡単に入るんですけどね、同じようなので白までってなるとあれなんですけどね、今あるやつだったらもちろん
紅白同じぐらいのサイズのやつがありますから、はい、あれはできますけどね、はい、またその時はご紹介ください。そうですね、またちょっと、はい、材料も探して、はい、やってみようかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。